どうも、ベトナム在住の浮津です。今日はね、ちょっとホイール周りのことをいろいろとやっていきたいと思います。これ、ホイールのね、片方だけベアリング交換するんですけども、これはね、昨日からまた冷凍庫の中に入れておきました。それで、ね、いつものようにね、片方だけシール取ってしまいます。そうですね。作業するまでね、もうちょっと冷凍庫の中入れていきます。先日ね取り出したこのパイプなんですけども、掃除した後きっちり見るとね、やっぱり高さが足りないんですよ。で、高さが足りないからこのワッシャーでね高さを合わせてありました。それで、買ってきました。買ってきたというかね、これはどうもカブとか、CD50、CL50、古い10ミリシャフトのね、ちょうどのサイズだったみたいです。それで、長いパイプが売ってるんですよね。で、長いのを買ってきたんですけども、これはね逆にちょっと長さが長すぎて上に出すぎるんで、切ってきてもらいました。要はこのワッシャーとパイプですよね、これと同じ高さに作ってもらってきましたんで、これをね入れれば、ちょうどの位置、ほんの少し周りより高いっていうんですかね、なるんで、こいつでいけると思います。なんであとはベアリングを入れるだけですが、反対側ですね。反対、これね、もう掃除してグリスも取った後なんですけども、上のカバー取った時点でねグリスも綺麗だったんですよ。で、掃除した後触っても全然ガタもないしおかしいところもないんで、ここはねグリスを入れてまたカバーしておきます。さあ、それじゃあねベアリングを入れていきましょう。抜けちゃうと嫌なんでね、ちょっと別のベアリングを下にはめておきます。で、あとまたヒートガンでね炙りますけど、失敗した時のためにソケットレンチとねハンマー用意してます。ただこれって本来ダメらしいですね。要はこの筒を入れて筒がちょっと出てるじゃないですか。それが本当かどうか知りませんけど、これねベアリングを押す時に内側押さなきゃいけないんで、ここがね平面じゃないとダメらしいですね。これ使わないでね入れれるように頑張って熱します。今回も3分ですね。ベアリングね取ってきました。今回も入ってください。リングが邪魔をしないでください。うわ、無理か。あ、いったギリギリや。これねどうにか入ってくれました。で、前回なんですけども、私音を気にしてましたよね。音のねちょっと鈍いのがあったんですけども、これホイール外した後掃除したんですよ。で、サビはちょっとはあるとはいえ大丈夫なレベルだと思うんですけども、映るのかな、これねサビで朽ち果ててるんですよ。だから緩んでるというか、サビでダメになってるんですね。
まあどちらにしてもね、これ一回調整屋さんに持って行って、まあこれだけを変えるのか、まあ全部変えるのがいいのかとかね、逆にスポークも張り替えた方がいいのかとか、まあそこら辺合わせて相談に乗ってもらってね、対処してもらってきます。本当はね、全部そこまでやるんだったら一式このリムとかもね変えたらいいんでしょうけど、なんせね、今フロントフォークがね、古いタイプの 10mm のやつで、あれが本当に使えるのかどうかっていうのもわからないんでね、一旦はなんせこれでちゃんと動くようにして、もしねフロントフォークに問題があれば、場合によってはこのホイールもね一式変えるとか、まあそんなことは考えたくないんですけども、まあ可能性としてあるんで、今回はねとりあえず、ついてたものをなるべく使っていきたいと思います。これでフロントは終わりかな。リアの方ねちょっと外していきます。さてちょっと問題がねこいつですよ。これ見えますかね。つんのかな。何してるかっていうとね、これ銅線巻いてあるんですよ。銅線というかスチール線だよな。ほらこんな感じで、これ何かっていうとね、もともとついてたホイールですよね。これね、ここの径がねでかくなってるんで、これでごまかしたんだと思います。こいつですね。ブレーキシューの方もまあまあそこそこ減ってんのかな。とりあえずこれは交換として、今確認したかったのはねこいつですよね。やっぱ硬い。うわうわ硬いな。ただガタはないのかな。これねホイール交換した時に買うホイールね、これがつくかどうかって問題もあるんで、まあちょっとこれはバラして掃除して、まあこれに合うホイールをね買うのがいいのかな。ただドリーム2の買いたいんだよな。まあいいや、これはちょっとやっておきます。ちなみにホイールの方もねタイヤ外してちょっと中見てみたんですが、まあ錆はねあるんですけど、これかな。こっちか。錆で反対側まで貫通してました。うまく映せないかな。ここにねなんかぽっちりが出てるんですが、穴開いてました。どっちにしてもこのホイールはねもう全部ダメというか一式交換します。ネジ山潰れてんじゃん。ここもう抜けないよ。くそいやー、外す。無理やり叩くか。よいしょ。抜けんのか。いや抜けた。よいしょ。
これねスプロケット交換して戻すところまで行こうと思ったんですが、この中の部品が潰れちゃってますね。ちょっとこれもね買いに行かなきゃいけないんで、ちょっと後ですね。それとここにもねワッシャー入ってます。これはね実は理由があって、こっち映ってんのかな、スイングアームですね。このスイングアームねちょっと幅が広いんですよ。多分タイカブ 100EX、 ベトナムでドリーム2って呼ばれてるやつですね。それのやつ入れて幅が広くってね、それでワッシャー入れてあるんで、これはね同じようにしなきゃいけません。でスプロケットはまだねそんなにというか山はあるんだけども、チェーンはダメだし、フロント側もねダメになってるとか交換があるんで、こいつはね交換しちゃいます。ちなみにねノックプレートなしで締めてんですよ。これもどんな力で締めてんのかな。まあいいや。であとこれがねもう全然ダメです。ぐにゃぐにゃになって潰れてて、まともに開け閉めがねできない形です。映ってるかな。しかもこれね左右で種類が違うんで締め込める場所も違うんですよ。だからねこれも一式購入します。それとこいつだ、これもねこれどっちが潰れてんだろうな。ナットかな。ここも潰れてるし、多分ナットも潰れてるし、これもね一式交換します。だからこれは組み立てまではできないですね。今日はねあとこのゴムの取り付けだけしておきましょう。もう何も出てこないでほしいんだけどな。この向きコピー品はね切ってつけなきゃいけない。案外硬いか。切れるね。これがねよしワッシャーが2枚入ってます。もちろんね反対側にもワッシャー入ってます。ワッシャー入れながらはめるって無理だよね。こういってこういけんやろな。あら私は切るとこ間違えたのか。うわこれがこっち向くのか。穴がでかいから逆だと思った。切るの間違えた。もう一個取ってこよう。これですね、さっきのここがね狭くなってるのに穴がでっかいんで後ろだとばっかり勘違いして切っちゃいましたが、これが前向くんでね、これですね、同じの持ってますんで、こうやってでもこれあんま関係ないんだな。ここの切り欠きはどうすんだ。これを切っちゃおう。いろいろと結局ねここを切りました。これで狭くしてこれでいいんじゃない。こう入れてねいけるやろ。でこれが後ろが
入れいいとね。わっしゃー2枚。これをどう止めるかやけど、まあいいや。シャフトを入れて、わっしゃ。そして今日の作業ね、これで終わりにします。こっちの部品とかね、いろいろ買わなきゃいけないものも出てきたし、向こうもね、後でゆっくり動画にはしませんけど掃除してね、中見て、組み付けというか考えていきたいと思います。とりあえず今日はね、移動させなきゃいけないんで、私の部品これねつけて仮組みしておきます。なんで今日はここまでです。それではまた。